今日は、12月の31日になって2022年最後の、日なんですけれども、私が、2022年を振り返るとともに、留学来た、ばかりの自分に、今伝えたいことっていうのをテーマに今日は動画を撮っていこうかなって思います。それに踏まえて留学前だったり、留学この到着その海外に到着してで実際に、不安になることってたくさんあると思うんですけど、そういうお話を自分の、実体験とともに、お話しできればなと思っています。で、私は留学前の不安、まず留学前の不安の、ことなんですけれども、そんなにもう留学前はもう行くって決まってたので、もうビザも取って準備もなってってなって、そこからこう行かないっていうことはないと思うので、もうそういう追い込むじゃないですけど、もう行かなきゃいけないというか、行くんだっていうふうにもう気持ちが、固まっていて、で、実際にそこで実際に留学カナダに着いた時に、少しでも不安を泣かせるようにっていうことで、時間があったら英語の勉強するとか、そういうことをやってました。で、実際に留学前はたくさんの不安もあったんですけども、もう行くって決めてからは、もうやらなきゃいけないし、海外でお仕事も見つけなきゃいけないっていうふうに気持ちがある程度固まってたので、前日とかは結構ドキドキしてたんですけど、そういうふうに気持ちを持ってこれました。で、留学ついてからは、私はコロナの時で、8月の末ぐらいに着いたんですね、カナダに。それが2021年になるんですけれども、そこでどうしようかな、これ2022年の動画なんですけど、今2021年で留学前のお話になってるんですけど、とりあえずその2021年の8月末に来たので、ちょっとその話で2021年のこともちょっとかじるんですけども、そういう形で来て、でもちろん友達とか知り合いは、いない状態で、来たので、本当に全部が不安だったんですけど、徐々に慣れていくので、やっぱり来てしまえば、ある程度やらなきゃいけない状況になるので、ひとまずは、そういう意味で落ち着いていったかなっていうふうに思います。実際に悩みって具体的に、いろいろ事業だったり、人間関係の子だったり、お仕事だったり、金銭面だったり、いろんな不安があると思うんですけど、そういうのも一つずつどういうふうに解決していったかっていうのも、お話できたらなって思います。で、それはじゃあ後半戦にするとして、2022年なんですけど、私はそれでカレッジを、卒業したのが、11月頃なので、10月かな11月頃なので、そうですね、本当に長いこと、カレッジ、私はビジネスコースっていうのを、取って勉強したんですけれども、モジュールごとにやっぱ1ヶ月半ごとにクラスメイトの、メンバーっていうのが変わってって、その中でやっぱ日本人が多かったり、ちょっとラテン系が多かったり、クラスの色じゃないですけど、やっぱ先生もちょっと変わったりで、少しずつ1ヶ月半タームごとぐらいに雰囲気が、変わってったり、新しい人と出会ったりっていう、タイミングでした。で、そうですね、これまでいろんな悩みが、カナダ来てからもあったんですけれども、まずはコープのお仕事を見つけられるかどうかっていう不安がすごく、大きくて、私の中では。で、そこですごいプレッシャーじゃないですけど、やっぱ仕事を辞めてまで、来てるので、そのお仕事が、見つからないといけないっていうプレッシャーと、3月の真ん中ぐらいに、引っ越しをしたんですね。で、それまでは、ホームステイに、6ヶ月ぐらいいて、8、9、10、11、12、1、2、3、8ヶ月ぐらいか。8ヶ月ぐらいいて、2月の末で出ていくことになったんですよね。で、結構長いことホームステイにいたんですけれども、そうですね、ベトナムと、スペイン、メキシコの女の子の高校生2人と仲良くなって、その後日本人も入ってきて、そこですごく仲良くなることができました。で、そんな形で何が一番しんどかったかなって考えたら、
シェアハウスを見つけなきゃいけない。やっぱカナダでシェアハウス見つけるのって本当に大変で、その予算のこともありますし、条件だったりっていうのもあるので、時間がかかるんですね。そんなにすぐ自分の条件とすぐ出会えるっていうわけでもなくて、運とかタイミングがあると思うんですけど、そのタイミングとお仕事を見つけなきゃいけないタイミングっていうのがちょうど重なってて、でこう面接受けたりする中で落ちたりっていうのもあったので、なんかその企業とのその企業が求めてる人材、やっぱその PR 持ってる人を募集してるっていうところももちろんあって、そういうので落ちたりしたので、そのあんまりうまくお仕事探しが見つかってない状況と、家探しの状況と、でももうホームステイはその私の次にもう入る子が決まってるので絶対に家を出なきゃいけないっていう状況で、すごく追い込まれたんですよね、精神的にも。でそんな中ですごく追い込まれて、いました。でその時は結構辛くて、もう結構ネガティブな方向にも気持ちが移っていって、でなんていうんですかね、家も適当に見つけて、でまた引っ越すっていうのは嫌だから妥協もできないし、お仕事もそういう風に妥協をして決めたくないなっていう風にあったので、これは同じタイミングで重ならないことを皆さんにお勧めしますそれは結構どっちかに集中したいのに集中できないっていうのもありますし、私その時にカレッジも行ってたので課題もこなさなきゃいけないしっていうので、もちろんその時にもお仕事をしてないといけないっていう、アルバイトをしてたんですけど、カナダでなのでその限られた時間の中でどういう風にやっていけばいいんだろうっていうので結構混乱してました。でもどんどん日にちが経っていくっていうので、それはすごく辛かったんですけど、重ならないようにしようってするのってすごい難しいと思うんですけど、やれることはだから少しずつ、時間がある時に、ちょっとずつ、やっていくのがいいのかなって思いますね。レジュメの作成だったりカバーレターだったり、ある程度どこの会社に応募しようっていうふうに考えてたり、やっぱりどんどん時は経っていってやらなきゃいけないことっていうのもあるので、課題だったり、お仕事探しもそうですけど、環境を整えなきゃいけないっていう面でいつどうなるかも分かんないですし、やれることは早めに動いといて損することはないと思うので、そういう風にやっていくのがいいんじゃないかなっていう風に思います。で初めてその海外で初のシェアハウスをして、で本当にお仕事も家もそうですけど、ずっと安定してないっていうか、生活のルーティンが確立されてなくて、でそこですごく不安にもなりますし、なんて言うんだろう、家も固定化されてないしっていうのが不安になって、でもそれが今は、解消できて、すごい大きい一歩じゃないですけど、それは大きく変わった出来事だなっていうふうに思ってます。やっぱり今まで社会人だったので、もちろんね、平日朝起きて、夜まで仕事してっていうその5日間のリズムだったものを、学生に戻るっていうことで自由な時間が増えて、でなおかつ安定した収入が一定に入ってこないっていうのがすごい、ストレスでもあったので、そういう面で安定したなっていうふうに思います。で2022年そうですね。でその後にちょっと、お仕事が決まって、で夏は土日だったりで、ハイキングだとかトレイルっていうのを楽しんで、夏秋冬そうですね、もうお仕事とともに安定したサイクルで、日々を過ごしたかなっていうふうに思ってます。でちょっと1年とか2年前にすごく、不安だったりもう悩みが尽きなかったので、そういうことをこの動画で少しでもどういうふうに解消していったかっていうのを、含めてお話できたらなって思うんですけど、まず具体的なこととして、ちょっと留学の不安で、私の実体験もありますけど、実際にどういう感じで悩むことが多いのかっていうのを調べたんですけど、まず英語が話せなくて不安っていうのはまず1個目ですね。これはもちろん私もありましたね。でももうこれはもう話していく中で、もうだって海外ってペラペラに話せる方が怖いじゃないですか。で机上の勉強だけしてたら実際自分が話すことできないっていう人も多分多いと思いますし、もう慣れでしかないかなって思ってるので、トライしないと、話せるようにもならないので、結構英語は波があって、英語を話すのがすごい怖いっていう時と、めちゃめちゃ話せるみたいな時があったんですよね。1年前ぐらいかな、もうすごく波があるみたいな、もう全然頭が動いてない時は朝とかは英語が全然
話せないし回らないっていうのがあって、こう波がすごい、でもなんかめちゃめちゃ来てるみたいな時はあったんですよ。なんかすごい英語ずっと話した時にこう英語を振られたら、もちろんもう英語の脳になってるような頭が、なのでそれすら言えるみたいなことがありました。なのでまあもう慣れていくしかないですし、まあ、ボキャブラリーを増やすって言って自分が机上でする勉強も大事だなって思うし、やっぱり実際にこうコミュニケーション、ネイティブの方と話すっていうコミュニケーションを取っていくのは大事だなって思いました。で、私は彼がそのガーディアンなので、英語を使ってますけど、やっぱりこう英語を、絶やさず、話していく、まあ、シェアハウスでもホームステイでもいいです。ハウスメイトと話すとか、学校の子で、ね、英語で会話するとかでもいいですし、常に英語で触れていくっていうことはすごく大事だなと思います。なんか怖いと思って一歩引いちゃうと、そこからこうネガティブでどんどん引いてっちゃうし、もう英語話すのが怖かったり面倒くさかったりなる時があって、まあそれは今もあるんですけど、そういうこう英語をあんまり話すムードではないみたいな時があるんですけど、まあそれは慣れかなと思って、それを乗り越えていったら、どんどんいい方向に、向かっていくのかなと思います。なので英語においてはその怖がらずにどんどんこう自分から、話しかけたり、まあ、そういうのもね難しいので、もうやらなきゃっていう風に思って辛い時があったんですよ。英語を絶対的にせっかく留学来たし常に英語で話しとかなきゃみたいな。でももうそれって結構精神的にも来るので、まあ、その自分の気持ちを大事っていうか、自分が大切にしながらっていうのが大事だなと思います。もう辛かったら一回話すのやめてもいいくて、また明日から頑張ってみようでもいいので、まあ無理はせずに、でもこう継続して、そのやめずに継続して英語を常にこう話しておくっていう、やっぱり留学に来たからにはそういう環境がねあると思うので、ミートアップだったりとかまああると思うので、まあ、そういうのをやらないよりはやった方がね自分のためにもなると思いますし、なんか一度そういう風にしてこうコツじゃないですけど、こう英語って話すのが楽しいとかポジティブな方に自分が、持っていけば、そこからこうどんどんこう好循環になっていくと思うので、そういう感じで私はそういう風にこう継続してやめないで、まあ、ちょっとずつ無理はせずに継続して、英語を、ずっと話す環境だったりっていうのに、いるっていう、やっぱり継続だと思うので、もうやめずにこうコツコツ、ちょっとずつでもボキャブラリー増やすでも誰かとちょっと話すでもいいですし、そういう感じで、やっていけばいいのかなと。もう絶対英語話さないってならないければ、まああとは慣れでもう英語の環境がね、あると思うので、やっていけばいいと思います。長くなってしまった。次、授業についていけるか不安。これはあんまり私不安なかったんですけど、なんかこうカレッジもガンガン人を当てていくっていう感じでもなくて、まあ、話したい人が話すって感じで、もう同じ授業料払ってるんだったらこう先生とコミュニケーション取ったりとかってするのがやっぱいいのかなと思います。なのでこの授業についていけないか不安は、まあ、語学学校もカレッジもそうですけど、自分が何もしなくて空気のようにいたらもうそのまま授業が終わっていくので、まあ恥ずかしいというか、ミスしてなんかみんなの前でやるとか、まあ、確かにプレゼンとかはみんなの前で発表したいっていうのはあると思いますけど、でもそれも準備していくじゃないですか。なのでめちゃめちゃ困るっていうことはないと思うんですよね。ただこう吸収できる度合いが人によってやっぱ違うなと思うので、これはでももう最悪予習復習とか、もうねその授業でやってることをこう自分が、ちょっとでも家に帰って勉強したりとかしてれば、めちゃめちゃついていけないっていうことはないのかなと思います。でカレッジもこうある程度英語のテストでこうどこのラインをクリアしてから英語を受ける、そのカレッジの授業を受けるっていう風になると思うので、ある程度その最低ラインはクリアしてるって思ってもいいと思いますし、そんなにここは不安にならなくてもいいのかなと思います。で語学学校もこうレベル分けしてされるわけなので、まあ、ただ吸収度合いっていうのが違うので、やっぱりこう早く上達したいってなったらこうどんどんこう授業に積極的に入っていくっていうのがいいのかなって思いますね。はい、次、3番目、ホームシックになりそう。ホームシックは私本当にあんまりなんないんですけど、なんないっていうのもやっぱり留学に来たい理由があってきてて、なんかすごい寂しいなみたいのはあんまりないというか、まあ、自分がやりたいことができているので、私はあんまり日本にいてやりたいなとか自分の気持ちがこう高揚したりとかワクワクするっていうことが今現時点であんまないので、今はちょっとこう挑戦じゃないですけど、こうガンガン人生のうちで攻めていきたいみたいな時なので、
今こう頑張らなきゃいけない時期っていうのは自分の中で認識してるので、なんか戦闘モードじゃないですけど、なんかそういう感じでいるので、もちろんねこう人間なのでこうアップダウンはあったりとかってあるんですけど、もう辛かったら寝るとか。でももうこれホームシックって電話とかもできるじゃないですか、今の時代。フェイスタイムっていうかビデオ通話で LINE とかで。なのでそういう面で、本当に辛いみたいな時あるのかな。私でもどうなんだろう。でももう小さい頃からおばあちゃん家とか行って一人とかでも行ってる子だったので、なんかそれがむしろ楽しいって思いますし、その寂しかったら電話するとか、日本は時差もありますけど、連絡したりとかで、でもその友達だったりとか、そういうカナダでのその人間関係っていうのは大事にしておくのがいいのかなって思いますね。やっぱ友達とかこう定期的に会える子っていうのは大事だなって思うので、その国籍問わずに、すごい大事にするようにはしてますね。たまにどうしたのとか連絡したりとかあったりとかしてますね。なのでそれで結構解消されてます。だから別に学校の先生でもいいですし、カウンセラーでもいいですし、そういうこう誰かと常に話すっていうことって大事だなって思ってます。英語でも日本語でも、誰かとこう関わっておくじゃないですけど、その一人にならずに誰かと関わっておけばこうネガティブになることもないですし、あとはもう食べて疲れたんで寝るっていう。やっぱりそのすごいこう言語も違いますし、環境も違うので、めちゃめちゃこうフラストレーションっていうか、こうイライラしたりとか溜まることってすごいあると思うんですよね。なんか知らず知らずに自分が気づいてないうちにこうストレス溜まってるみたいなこともあるので、そういう時はその1日ぐらい大丈夫ですし、ゆっくりするっていう、もう何も考えずに寝たりとかもしてますね。結構それはやってるかもしれないです。もうめちゃめちゃ疲れたりとかしたら結構追い込むので、自分の性格上。なのでその追い込まれてめっちゃしんどいなと思ったらもう寝るっていう食べて寝るっていう。であとはもう寂しくなったら電話したりとか連絡したりとかで解消するようにしてます。で次は現地の、4番目、現地の治安なのが不安。治安は確かにホームレスも確かにカナダ多いので、ネドラックとかやってる人もいますし、治安は日本に比べてそれはよくはないんですけど、不安、でももうなんていうんですかね、一人暮らしじゃなくてシェアハウスなので、その分こう安心ではありますよね。なんかこう困ったら誰かいるっていう。でもめちゃめちゃもう治安が不安だったら海外は行けないですよね。基本的に日本ってめちゃめちゃ治安他の国に比べていいと思うので、もうそれ言ってたら始まらないっていう感じはありますけど、最悪の状況は避けれる感じですかね。別に夜とかも日本よりは気をつけなきゃいけないですけど、シェアハウスで誰かと住んでたりホームステイに住んでればある程度こうちょっと安心するのかなと思います。5番目、友達ができるか不安。友達、そうですね、これは私あんまりなかったんですけど、ないっていうのも、留学に、友達作りに来てるわけじゃないですし、なんか私はでもこう出会った縁っていうのはすごい大事なので続けていきたいと思うんですけど、なんかそこにフォーカス、その友達はいた方がいいですし、もちろんそのカナダで何人かこう友達っていうのはいるんですけど、なんかそこにフォーカスするよりも、なんかそのなんていうんですかね、でも海外で友達作りに来たいっていう目的だったら確かに悩みますよね。私はそれが目的じゃなかったので悩まなかったですけど、でも友達は大丈夫ですよ。こう自分がこうなんですかね、コミュニケーション取ったりとか遊んだりとか、こう新しい人に出会うこともすごいあると思うので、私もこう語学学校だったりカレッジであったり、あと新しい会社の、会社先であったりとか、友達の友達と会うこともありますし、そういう出会う機会ってすごいいっぱいあると思うので、そこの中でこう成長じゃないですけど、こういろんな人と出会って話すことってその視野じゃないですけどっていうのもすごい広がったなって思うので、いろんなこう生き方だったり考え方だったりこうやりたいことだったりっていう、そういう人の話を聞くのって面白いなと思うので、なんか友達ができるか不安っていうよりかはもっとポジティブに考えていいのかなと思います。なんかこう楽しい方向に、なんかそういった新しい出会いもあるし、新しいこう新鮮な話すトピックとかっていうのもあると思うので、そういう感じで楽しみという感じで変換すればいいのかなと思います。言語がね話せなくて不安っていうのはありますけど、
確かに。まあでもそれはもう勉強するしかないですね。自分の机上の勉強と、あとはこう実際に、ネイティブと話したりして、力を強めていくって形ですね。ホームステイ6番目、ホームステイ学生寮、そのシェアハウスだった人間関係、でもみんなもうお仕事もあるし学校もあるし、もう結構忙しいので、そのめちゃめちゃ深く関わるっていうよりかは、まあ普通に話したりする程度ですよね。やっぱある程度みんなも大人なので、そこはごたごた揉めることはないのかなって思います。ただそのやっぱ日本人って他の国に比べると綺麗好きだったりとか、やっぱねあるんですよね、気になること。それはめちゃめちゃ聞きます。自分も感じますし、こうめちゃめちゃこの汚い状況で多分気にしない人とかって海外だとあると思いますし、ある程度こう日本人の間であったら綺麗だなって思うんですけど、私もこう日本人じゃない3年と暮らしてるので、それはすごい感じますね。まあでもそれはもうしょうがないかなっていう感じですね。お金貯めて違うところに引っ越すか、もうそれはある程度海外だったらしょうがないって受け入れる部分と、まあ引っ越すだったりとかっていう方向で考えるかなっていうのと、まあでもホームステイは合わなかったら変えるのがいいのかなと思います。やっぱエージェントとか通してるのであれば、言える範囲で、こう我慢しすぎず、もうめちゃめちゃしんどいってなったらこう、コミュニケーションっていう形でエージェントの方とかに伝えるのがいいのかなと思います。その内容にもよると思うんですけどね、もうご飯出してくれないとか、あると思うので、ホームステイの話はね、シェアハウスとの話はまた別の動画で撮ってるのがあるので、それを、ご覧ください。なのでそんな感じですね。もうめちゃめちゃ嫌だったらそこを出るっていうのがいいのかなって思います。お金貯めるなりして引っ越すっていう形ですね。次、金銭面が不安っていうのはもう仕事してお金食べるしかないです。これはみんなそれは不安ですし、やっぱ海外で仕事せずになんかずっと何もせずに、過ごすみたいな、そういう甘い世界はないと思うので、お仕事をするしかないですよね。お金を貯めるしかないと思います。奨学金とかもありますしね。どうしてもなんかいろいろないってなったら、多分どういう方法があるのかなっていうのでネットで調べるのがいいと思います。次、留学先での食事面が不安。食事面は確かにホームステイの時も合わないというか、米とかも日本と違うので、それでもこれは大丈夫です。慣れていくのでもう基本的に大体もう慣れてきて、もうなんて言うんだろうな、この感じでいたら海外に住めないなっていう風に感じてくると思うので、そしたらそれが一つの理由となって、海外にはもう住めないかもしれない。実際にそれで海外に住めないなる人もいると思うんですよね、やっぱり。でももうカナダはアジアの食品とかもあるので、そういう面大丈夫だと思います。でもその他の国とかってそのアジアの食品が手に入らないとかってなったら確かにしんどいなって思いますし、もうそれは合わないだったりとかっていう思える一つのきっかけになったって思うのがいいんですかね。次、差別を受けることが怖い。差別はでも今のところ私はないですね。差別といった差別は。でももしかしたらあるのかもしれないです。でもカナダはバンクーバーはこの移民に優しい国なので、そういうのを感じずこう生活することができているので、それは、感謝です。そういう感じで、今日は、動画めちゃめちゃ話したんですけど、私の話とその実際の悩みっていう解決する感じ、私たちに解決した方法っていうのを、お話ししました。また、どういう動画を撮ろうかっていうふうに考えてはいるんですけれども、役に立つような動画を、また作って、公開していきたいと思います。よかったらいいね、チャンネル登録、コメントどうぞよろしくお願いします。ではこの辺で、今日は動画を終えようと思います。2022年も、皆さんお世話になりました。2023年もまた、YouTube 更新していこうと思いますので、こう本業のお仕事と、あるんですけれども、引き続きインスタ、ツイッター、YouTube だったりっていうので、2023年はもっと更新引き続き、頑張っていきたいなっていうふうに思っています。2023年も、皆さん素敵な、年になりますように、願ってます。それでは、2023年良いお年をお迎えください。